J-Wave アクロス・ザ・スカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕、住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週はピアニストの住野未来さんが来てくれました。住野未来さん、こんにちは。こんにちは。ピアニストの住野未来です。はい、もうお忙しい中本当にありがとうございます。とんでもないです。こちらこそ。もう本当に今フランスに留学されてるんですよね。はい。いろいろ忙しくされてますか？とんでもないです。そんな隼人さんに比べたら全然はい。はい。いつもご活躍拝見してます。ありがとうございます。はい。はい。じゃあちょっとプロフィール紹介させていただきますね。はい、98年生まれ、東京芸術大学在学中に芸大フィルハーモニア管弦楽団と共演し、複数の賞を受賞。ショパンコンクール in アジアコンチェルト部門優勝。すごいですね。東京音楽コンクール第3位、日本フィル東京交響楽団などと共演し、カーネギーホールで演奏デビュー。昨年からフランスに拠点を移し、リヨン国立音楽院に在籍中。兄はピアニストの住野隼人とのことで。そうでしたね。兄弟なんですかね。そう、住野未来さん、僕の妹なんですけど、ちょっとこういうラジオとか公の電波で話すのが初めてなので、初めてですね。どういうテンションで言ったらいいか、はい、分かりかねているところでありますが、緊張します。緊張はしてないですね、別に。はい。カーネギーホールで演奏デビュー、これはいつですか？これは5歳ですね。5歳と6歳と一応2回行ったんですけど。まだ書いてるんですか？いや、ちょっとまだ、もうちょっとあと10年くらい書きたいから。もうちょいこすり続ける。もうちょいこすらせてください。そうですか。いや、でも、隼人さんこそ、カーネギーホールでデビューということで。そうなんです。もう、ちょっと未来さんに20年遅れ。20年どころじゃないか。もう25年を、そうです20年遅れて、ついに。ようやく私もカーネギーに立てる。おめでとうございます。1年前になりました。素晴らしい。はい。3歳違いなんですよね。我々ね。そうですね。はい。僕が95年で、未来さん98年。98年で。はい。どういうきっかけでピアノ始められたんですか？どういうきっかけ？お母様がピアノの先生だったと。でも隼人さんのお母様もピアノの先生ですよね。もう今やめましょうか、もうこれ。ちょっと恥ずかしくなってきた。普通に喋らせてください。普通に喋りますか。はい。そうだよね。お母さんがピアノの先生だからピアノがあって、でお兄ちゃんが先にピアノ始めてて、だからピアノなんか始めたっていう感覚があんまりなかったかも。ピアノがあって、みんな弾いてたみたいな。弾きたいってなって弾いてた？全然覚えてない。全然覚えてないね。兄がやってれば、そうだね。自然と触るんかね。そうだね。そうですね。当時はね、ピアノが1台しかなかったから、幼い頃はね、よく練習の取り合いになったりね。してないかもしれない。いや、でも練習はね、お互い真面目にやってましたけれどもね。幼い頃の話はさておき、ちょっと日曜日のお昼にふさわしい選曲をしてくれたということで、ちょっと曲紹介お願いしていいですか？はい。シューベルト作曲の即興曲オーパス90の3です。お送りしたのはシューベルト作曲4つの即興曲第3番編と蝶々、演奏はマリア・ジョアン・ピレシュでお送りしました。ピレシュは好きなピアニストですか？はい。いいですよね。生で演奏会聞いてた時に、そう聞いたことなくて、本当に初めて演奏会どこで聞いたの？パリでフィルハーモニーでソロリサイタルしてて、初めて演奏を聞いて涙を流した。へえ。それはなんで
なんで、まあ涙に理由なんてないだろうけども。でもベートーベンの31番のソナタの、後期ソナタのね。そうの一番最初の音で、うん、涙がブワーって出てきて、めっちゃ不思議な感覚でした。なんかあまりにもその一音で心がものすごく揺さぶられて、なのでもともと CD とか聴いてて大好きだったんですけど、さらに大好きになりました。それ最近の話？2年前くらいかな。2年前くらいか、うん、パリで聞いた、2年前じゃないわ、1年半前くらい。1年半前、生で聞いてみたいな。いや、ぜひ聞いてほしい。あとどれぐらい続けてくれるんだろう。そうだね、なんか怪我されたりとかもしてるから、やっぱり聴けるときに聴かないとだよね。そうですね。はい。まあそんな住野未来さんですけれども、はい。なんか思い返すと中学受験してたよね。してた割に高校受験もしたよね。それで芸校に入って。受験人生だった。受験人生、まあ大学受験はそんなにしてないのかな、逆に。まあでもまあしたよ、エスカレーターじゃないから。まあそっか、しなきゃいけないのか。なんかいや、そんな当時その真面目な話をしないからさ、よく知らないんだけど、なんで急に芸大附属高校に行きたくなったんですか？それは、まず小学校6年生まで本当に毎年コンクールとか出て、もうピアノを一生懸命やってたわけなんだけど、小学校高学年になってだんだん曲とか難しくなって、で今までただ楽しく弾いて、なんかすごい賞とかもらって、でそれが楽しかったけど、なんか難しくなって弾けなくなって、思ったより結果が出なくなると、なんかピアノが楽しくてやってるのか、結果が出るから楽しいのか分かんなくなって、それで一回、お兄ちゃんも中学受験して、なんか学生生活楽しそうだったし、私も勉強してみようかなと思って、それで小学6年生の4月に塾に入ったんだよね。じゃあ兄の影響がそういうことですね。色濃くはない。そう、3割くらい。3割くらい。3割くらい。そうでしたか。そうでした。で、それで中学入ったんだけど、入ってみたらやっぱり学校も遠かったし、勉強忙しくて全然ピアノ弾けなかったから、そしたらそうしたで、なんか今度はやっぱりピアノ弾きたいってなって、それでその時に金子先生に芸校っていう学校があるよって教えてもらって、受けてみたらどうなのって言われたのが、金子先生っていう、まあ我々の先生で、我々の先生が大御所はいるんですけどもそれが中3の7月くらい。中3の7月ってもうさ、半年もないでしょ。そう受験が分かんない1月ぐらいだとすると、本当にあと1ヶ月で課題曲出るとかそのくらいの時に、なんか言われて、そんな学校があるんだって思って、なんかまああるやろな、そりゃ。いやでも私知らなかったの。なんか、高校って勉強する場所なのに、そんな音楽ばっかりできる場所があるなんて知らなくて。まあそっか。でそれを聞いて調べてみたら、すっごいめっちゃ楽しそうで、だって学校で演奏会もあって、教室になんかこんな大きなピアノがあって、学校にこんなに練習室がいっぱいあって、みんな授業の合間に練習してるんだみたいな不思議、想像できないじゃん。まあ確かに。だからなんか普通の中学生からしたらな。で想像してみたらワクワクすぎて、入ってみたいってなって、でもその受験するって決めると、中学、もともと通ってた中学から高校にはもう上がれなくなるから、その高校芸校に受かるか受からないかを、さておき、受けた時点でもうそう見なされちゃうんだ。そうなの。受けるっていう時点でもうじゃあ上がれませんってなるから、高校浪人を辞さない覚悟で。かなりの覚悟ですね。いや
ね、そう今思うとそうなんだけど、でもその時は受かる自信があった？いや、なかったから心にするんだろうと思ってた。覚悟で。そう本当にすごいな。心にするかもと思って、地元の高校とかもちょっと見てたけど、あ、そう、だからその時はそうだね、入りたいっていう、まあ入れないかもしれないけどやってみたいっていう感じでやったかな。準備めっちゃ大変だった。だからもう毎日なんか12時くらいまで練習して、で終わった後になんかパイナップルを食べるっていう謎のルーティンがあってパイナップル、そうで毎日半年くらい夜中まで練習してパイナップルを食べて、そしたらなんとか合格できたっていう。パイナップルのおかげで。そうかも。酸味を取ることができてね。そう酸味で気が引き締まったと思う。なるほど。へえ。そうでした。中学3年ってことは俺が高校3年だから、ちょうど大学受験をしてる。そうだね。裏でそんなことやってたのね。そうだよね。だからそのお互いの受験の状況についてはなんかそんな自分のことで精一杯で、そうですね、知る由なしって感じだったよね。俺はあんまり家で勉強しないからできないタイプだったから。そっか、確かに家にいなかったのかな。じゃあ結構入って、で大もう行って、まあ今も席はあるわけですよね。大学院に席がある。どうでしたか？まあ過去形なのもおかしいかもしれないけど、どうですか大学生活は。そうですね、やっぱり大学生活、まあ芸校の頃からやっぱりそんなに環境っていうのは大きく変わってなくて、大学院に入るまでやっぱりずっと上野で同じ場所だし、でもやっぱりこんなに音楽ばっかりの世界で、こう同じ志を持った仲間がいっぱいいて、で素晴らしい先生がいてっていう環境はやっぱり入れてよかったなって思いますね。思いますか？思いますね。でも芸大に入りたかったんだよね、お兄ちゃん。私ですか？ちょっと入りたかったって言ったんだよ。いや、ちょっと入りたかった高校2年ぐらいの頃ちょっとそういう時期はあったけど、まあでもさ、結局というか、まあ東大で音楽すればいいかってそう結局ねすまなかったけど、あんまりねイメージできなかったんだよ俺の場合は。そのなんかクラシックピアノを毎日やって最終的にピアノの先生になるのかなみたいな、あんまり想像できなかったね。よかったと思う、東大あ、よかったですか？よかったと思う。そうおっしゃっていただけて、よかったですけど、もう少し喋れたらと思うんで、来週も登場いただくんですが、なんかお知らせありますか？はい、お知らせ、7月の13日の日曜日に、東京文化会館の小ホールで私のピアノリサイタルが開催されますので、僕の誕生日の1日前。あ、そうじゃん。確かに。聞きに来てくれますか？聞きに行きたいですね。ちょっと日本にいないかもしれない。いや、夏はね、あんまりいないがちなんだよね。なんで聞きに来てくれない？本当ですよね。本当に。そう。なので、ぜひ、ご興味のある方は聞きに来てくださったら嬉しいです。何を演奏するんですか？さっき、紹介させていただいたシューベルトの即興曲も演奏しますし、ラベルのコーガで感傷的なワルツと、ブルーノ・ガスパール、などなど、演奏します。では今週はお時間ということで、来週も登場いただきます。住野未来さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に住野隼人からのお知らせです。現在映画住野隼人ドキュメンタリーフィルム不確かな奇跡が全国公開中です。ぜひ劇場でご覧ください。
東京建物ミュージックオブザスフィアスではオリジナルステッカーを毎週5名の方にプレゼントしています。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオから僕、住野隼人へのメッセージや質問とともにステッカー希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Web アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。